ですね。あのアニメーションも原作コミックの方もやっぱりすごく進撃が流行り始めた時に私も読んでいたり見ていたりしていたので、そこに「ファイナル」っていう文字が加わって自分も参加することになるっていうのがまだちょっと実感が湧いてない状態で、動くガビも PV でしか見てないですし、私自身すごく一ファンとして楽しみな気持ちとファイナルっていうものに対してのちょっとした赤爆感と、やっぱり新しいそのマーレ編っていうちょっと新鮮な雰囲気での「進撃の巨人」っていうものに対してのこうワクワク感と緊張感っていうのがちょうどよく入り混じったような気持ちでいます。それがなんかいつちゃんと決まったのか自分でもよくはっきり分かっていなくて、ただ私多分サードシーズンで小野大輔さん演じるエルヴィンがお亡くなりになった時のエルヴィンを偲ぶ会みたいなご飯会に私なぜか参加してるんですよね。その時からなんとなく進撃ファミリーに入ってるような感じがしていて、あれでもなんか私出てないけど大丈夫なのかなって思っていたら、その実はガビに決まっていたっていう、私だけが知らなかったんですけどっていう経緯があって、私はもう台本が来て初めて実感して、ただ他のキャストさんとか音響監督の三馬さんとか講談社さんからガビっていう存在を知らされてたんですよ。なんかどうもさくら彩音の声が聞こえてきそうなキャラがいるんだっていうことを言われたことがあって、あ、そうなんですか、まあぜひ機会があったら参加したいですねなんてことを言っていたら、いつの間にか参加できることになっていて、緊張感としてはこうバッと上がったというよりも徐々にアフレコに向けてグラデーションしていったような感覚でしたね。周り辺から参加する花江くんだったりとか増田さんだったり沼倉さんだったりの初登場回の緊張感はかなり凄まじくって、私もやっぱり前日どころかもう台本が来た1週間前ぐらいからドキドキしっぱなしで、いざアフレコが始まる時に三馬さんに警戒心をずっと持っている人たちです、この「進撃の巨人」に出ているキャラクターたちは。なのでずっと戦場にいて、ずっと基本的にはお腹に力が入っていると思ってください。あなたたちがアフレコ現場を後にする時は筋肉痛になっていてほしいですって言われて、なるほど、怒りも戦う意志も守りたいっていう心もガビとかファルコとかもう男女関係なくお腹から湧き上がってくるものなんだっていうことに、まずその初回のアフレコ時に全員が気づいてちゃんと行動に移さなければいけないっていう、とてもいい、他の作品にはなかなかない緊張感を持って臨んでましたね。やっぱり緊張感と警戒心の先輩はすごいなと。で面白かったのがライナーの細谷さんともご一緒できたんですけど、細谷さんはもう進撃の空気に戻ってくるのが怖いって。っておっしゃってて、エレンの梶さんは
この進撃の緊張感に戻れるのがすごく嬉しいって言っていて、ああ役者さんでも個性出るな、私はどっちになるんだろうっていうふうに思いました。花江くんは最近お会いする機会がとても多いんですけど、その中でもちょっと見たことないぐらいピリッとした空気をまとってる花江くんが現場にいて、で基本的にこうマイクがメインブースに3本並んでいて、で私と花江くんは基本端っこなんですよね。間に誰か梶さんだったり細谷さんだったり村瀬くんだったりが挟まっていって、絶妙に声がかすかにしか聞こえない距離なんですよ。それが最初はどうかなと思ったんですけど、ちょっとガビとファルコのすれ違う思いに呼応してる気がして、あ、とても程よい距離感でお互いの緊張感を交換し合えてるなっていうふうに私は勝手に思ってます。そうですね、まずガビっていう新キャラクターがおそらく嫌いな人はすごい嫌いなキャラクターだと思うんですね。実際にこんな人いたら絶対距離取るなっていう感じのキャラクターなんですけど、エレンたちが成長して大人になって、それに対して対比で出てくる子供たちなんですよね。周り辺で出てくるファルコだったりガビだったりは、そこがまた「進撃の巨人」の世界に時間っていう重さとちょっとした世代交代の空気を、未来を背負っていく若者の像が少し入れ替わる瞬間っていうのが今回ガビとファルコから感じられるのかなっていうふうに思います。命を賭した戦いに少年少女たちが巻き込まれていく、さらに過酷な運命と、誰が作り出したのか未だ不明瞭なその巨人っていう要素が加わって、そして毎回がまるでクライマックスみたいな勢いで描かれていて、何回見ている人は胸をこう苦しい思いで掴まれれば済むんだろうっていう切迫感みたいなものはもうちょっと他の作品の追随を許さない雰囲気になっているなっていうふうに個人的に感じてます。はい、ということで、ファイナルシーズンいよいよ始まります。新しいマーレの選手たちも加わって、一体どんな空気になるのか、私自身アフレコだけではまだ感じ取れていない音響の部分だったりとか、それから絵の部分だったりとか、そういう息吹をですね、ぜひこう皆さんと一緒に感じたいなというふうに思っています。そして毎回クライマックスを迎えるような勢いで進んでいる「進撃の巨人」がファイナルシーズンということで、どんな風なファイナルになるのか、原作ともどもみんなで乗り越えていければと思いますので、最後まで楽しんでください。進撃の巨人ファイナルシーズンがいよいよ12月6日日曜日24時10分から NHK 総合にて放送開始です。ガビたちマーレの選手たちは何を思いなぜ戦うのか、ぜひ放送をご覧いただければと思います。